たよ。来た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 。やった。あ、しかも結構大きい。おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。現在の旅先はですね、前回同様福島県です。で、前回はねサーフでヒラメとかをやってたんですが、今日はですね川にやってきてます。今日ここで何をするかというと、前からね一回やってみたかったルアーで鮎を釣るアユイングというね釣りをやってみようと思います。アユイングに使うタックルなんですけれども、なんか釣り具屋さん行ったりとか、あとはネットで調べてみたらシーバス用のタックルとかエギングタックルとかでも大丈夫ってことだったので、いつものね、リールはサーフに使ってるリールそのまま流用で、糸だけね細い糸巻いてます。で、釣り竿は、これサーフ用のいつものロッドなんですけれども、ソリッドティップモデルって言ってちょっと柔らかい、穂先が柔らかいタイプがあるので、今回はそれを使ってます。なんか柔らかい竿の方がやりやすいみたいです。で、ルアーはですね、こういうアユイング専用のルアーっていうのがあるので、これでやってみようと思います。なぜルアーでアユが釣れるのかっていうメカニズムを説明しておきます。通常このルアーっていうのは小魚を食べる魚に対してこのルアーで小魚を表現してその捕食させるで釣れるっていうメカニズムなんですけれども、このアユはそうではなくて、アユって縄張り意識の強い魚なんですよ。で、その縄張りに侵入してきた他のアユに対してこう突進して攻撃する性質を持ってるんですね。で、通常アユ釣りってその外敵をですね、おとりアユって言って生きたアユを縄張りに侵入させてやるんですけれども、そのおとりアユをこのルアーでね表現するっていうのがこのアユイングです。で、こういうアユ用の針がありまして、突撃してきたアユがこの針にですねかかってしまうという、そういうメカニズムです。アユイング用のルアーって初めて触るけど、こういう構造になってるんですね。ここにこのハリス付き、糸付きのこの針をここに挟んで固定しておくみたいですね。ほんとすごいこれ針先が鋭いですね。ちょっと触れたら引っかかってしまうような感じです。で、これここに引っ掛けるだけで本当にいいのかな。アユって大きくなると30センチぐらいになるんですけど、結構引くと思うんだけど、こんなんで取れないんだろうか。こんな感じかな。引っ張っても取れないから結構強いのかな。さあやっていきましょう。こういう流れの中にいるアユに対してこうやってルアーを泳がせて、で、流れの中でこうやって止めとくと、ルアーがある程度流れがあればルアーが勝手に動いてくれるから、とどめておけばいいのかな。割とこう弱い流れでも動くように作られてるんですね、このアユルアーってやつは。ただちょっとここは浅すぎるような気はする。もうちょっと深い方がいいのかな。釣れたんだけど、ちっさでも小さいけど釣れたよ。当たりも何も全然わからなかったですけど、このルアーと同じぐらいのサイズのアユが釣れました。これは縄張りに侵入したこのルアーに対して攻撃してきたのか、たまたまいたのが引っかかっただけなのか、ちょっとよくわかんないですけど、とりあえずアユイング初アユゲットしました。なんか1匹目思ったよりあっけなく簡単に釣れたんだけど、ちょっとさっきのところは浅すぎたような気がするので、もうちょっと流れがある本流筋のところに来ました。で、水深もさっきのところよりは深そうなんで、ここならもっと大きいアユが狙えるかもしれないです。やってみましょう。ここは結構深い。アユって
苔を食べるんですよ。だからその苔が生えてそうな、たくさん生えそうな、餌がいっぱいありそうな場所にこうルアーを止めるように泳がしてあげればいいんじゃないかな。まあ分かんないけど、本当に鮎釣りに関してはほぼ知識ゼロなので、テレビ番組で何回か見たことがある程度しか知らないので、見よう見まねでやってます。できればその尺鮎って言って30センチオーバーの鮎が釣れたら嬉しいけどな。こう引っかかるので、引っかかったら緩めて流してあげれば、ルアーがふわっと浮くので緩めて流してあげれば取れますね。上流から下流に向かって投げてゆっくり流していく。あんまり動かしすぎるよりは一箇所にとどまらせてあげるように動かした方がいい気はする。縄張りに侵入してきた鮎をイメージしてやるんだから、しつこく縄張りにとどまり続ける方が攻撃されるんじゃなかろうか。で多分大きい石があるところとか、そういう苔が生えやすい石があるところとか、そういうところの周りに多分縄張りがあると思うので、そういうところにルアーをじっとこうキープしてよたよたと動かしてた方がいいのかな。それともこう攻撃的にこうやって動かしてあげた方がいいのかな。そういえば言い忘れてたんですけど、鮎って大体どこの川にでもいるんですけれど、勝手に釣っていいわけではなくて、こういうね、川ごとの入漁券っていうのを買わないといけません。でこれはですね、近くの釣り具屋さんとか、あとはコンビニとか近くの商店とかでも売ってる時があるので、そういうのを買ってから釣りに行くっていう感じですね。でもこういう延べ竿というかリールついてない竿でもやるんですね、ああいうルアーって。もともとこれ俺らドブ竿だから、この鮎を取って友釣りをするわけじゃなくて、もうずっとルアーでやられるんですか？いやいや、もうここで踊りなんぼか釣ったら、で今度はゴムノブでここで友釣りやって。やっぱ友釣りの方が全然いいですか？釣果いいですか？生だから。あ、やっぱ違うんですね、そこは。死んでる生きてるのかわかんないような。あ、やっぱそこは違うんだ。今鮎釣りしてるおじちゃんに話を聞いたんですけど、なんかどうもこういう結構流れの強いところの方がいいらしいです。ただなんか最近全然釣れてないらしくて、なんかどうもお盆の後だからこう川遊びをバーッと子供たちがいっぱいしたから、それで鮎どっか行っちゃったんじゃないかなんていう話もねされてました。ちょっと来たタイミングが悪かったかな。でこうやって泳がせてる中で、たまにこう糸をこうやって引っ張ってあげたりとか、こうやって動かしてあげて、こう鮎の闘争本能というかね、刺激してあげた方がいいそうです。
あ、かかった。来たよ。来た。やった。あ、しかも結構大きい。見てください、ほら。釣れました。今度は当たりも分かったし、さっきのよりもちょっと大きいですね。わあ、すごい綺麗。やった。これで、この1匹であれじゃないかな。アユイングで鮎を釣ったと言っていい気がする。やりました。そしたらクーラーに入れてちゃんと冷やしておきましょう。普通ね、鮎釣りする人ってこう鮎生かしとくんですけど、なんかビクみたいなやつに入れて、だから僕はそれ持ってないし、まあどうせ食べるのでクーラーに入れてね、保管しておこうと思います。そうか、分かってきたぞ。こういう流れの強いとこがいいんだ。流れが強くてちょっと水深があるとこがいいのかな。今まで割とこう移動しながら釣りしてたんですけど、ちょっとここ1箇所で粘ってみましょうか。お、来た。やった、釣れた。やった。また釣れました。そんなに大きくはないけど、15センチぐらいあるのかなっていう感じだけど、いやー、綺麗ですね。ちょっとコツが分かってきたかもしれない。今、鮎が釣れたこの辺なんですけど、水深はそうだな、6、70センチっていうところでしょうか。で、見ての通りね、流れが結構速いので、ルアーをこう止めてるだけでゆらゆらと泳いでくれるような感じの流れです。で、こんな感じでそこの方にね、大きい石が点々とあります。多分こういうところを鮎は縄張りにしてるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとキラキラ光る系のカラーに変えてやってみます。色はあんまり関係なさそうだけど、攻撃したくなるような色とかあるんだろうか。まあルアーフィッシングの基本として、その同じ色の同じルアーをずっと同じ場所に投げ続けてるとこう擦れるっていうんですけど、魚に飽きられてしまうんですよ。それを防ぐためにはいろんな色を投げるっていうのはいいのかもしれないですね。次は光るんだけどちょっとその光が濁ってるようなカラーでやってみます。どんどんいろんなことを試していきましょう。お、来たよ。色変えたら釣れたじゃん。ルアーの色を変えて同じところをずっと攻めてたら釣れました。ルアーの色ももしかしたら関係あるのかもしれないですね。そしてなんかこの顎にかかってると食ってきたみたいですね。やりました。そうか、色を変えて粘れば釣れることもあるんだな。ただまあこの色変えたから釣れたっていうのはまだ判断が早すぎる気はするけれど、釣れることは分かった。だいぶなんか鮎釣り慣れてきましたよ。あ、来た。
やっぱ色変えるといいのかもしれないな。ほら、観察ケース持ってきたんですよ。鮎って稚鮎の時期、小さい時期はですね、動物性の餌を食べるんですよ。苔も食べるのかもしれないけど、なんかね、小鮎の時はシラスをこう砕いたやつとかをこう巻き餌にしてサビキ釣りなんかで釣れるんですよね。その釣りはね、やったことあるんですよ。ただこれぐらいの大きさに成長すると多分苔を食べるようになって、で苔が生えやすい石の周辺でこう縄張りを主張して、で他の鮎を攻撃するからルアーとかおとり鮎でも釣れるっていう、そういう感じなんだろうな。あ、来た来た来た。また釣れた。やったー、割れたー。難しい。色を戻してみましょう。さあ、色を戻したらまた反応は変わるのか。縄張りって言ってもずっとそこにいるわけじゃなくて、餌食べたい時だけいいところに来てそこを占有する、独占するっていう感じなんじゃないのかな。なんか入れ替わってる気がする、魚が。そうじゃなかったら同じ場所でこう何回もアタックしてこないはずだもんな。ちょっと釣れた鮎並べてみます。ちなみにこの2匹はいろいろ教えてくれたおじちゃんにもらいました。このサイズだとね、おとり鮎にもならないらしいんですよ。でちょっと大きさ測ってみます。一番小さいので10センチってところかな。で一番大きいので尻尾の先まで入れて16センチってとこですね。でそのおじちゃん曰く15センチぐらい超えればまあまあまあっていうサイズらしいんですけど、ちょっとね、僕の頭の中ではスーパーに並んでる養殖の鮎を思い浮かべてたんで、なんか20センチぐらいは普通に釣れるんだと思ってたんで、ちょっとなんか物足りなさはありますね。見てください。ちょっと珍しい生き物を見つけました。この木の枝みたいなやつなんですけど、これね、水カマキリっていう昆虫です。文字通りね、カマキリみたいに鎌を持っていて、ここですね、この鎌でメダカとかね、小さい魚を捕らえて食べるんですね。でね、呼吸はどうしてるかっていうと、このお尻にですね、なんか管みたいなのがついてるんですよ。それを水中からね、こう出して呼吸するんですね。昔は田んぼとかにもいっぱいいたみたいなんですけど、農薬とかね、そんないろんな影響で数を減らしてしまった昆虫です。この辺は水がきれいなんですね。さっきの場所の雰囲気にもだいぶ慣れてきたんで、あのままやってたらもうちょっと釣れそうな気もするんですけど、新しいポイントを探してね、移動してみようと思います。鮎のルアー釣り、アユイングってまだあんまり市民権得てないみたいで、そもそもそのアユイングができる川っていうのも少ないみたいなんですよね。でアユイングができる川でも区間が決まってて、このエリアでしかやっちゃいけませんよみたいな感じのところもあるみたいです。ただ今日来てる川はもうほぼ全域アユイングやっていいそうなんで、いろいろね移動してポイント開拓をしてみようと思います。はい、移動してきました。山に来てるからね、涼しいかと思って朝はウェーダー履いてたんですけど、
正直ね、平地と変わらないぐらい暑いので、ウェーダーを脱いで、この磯靴のスタイルで、これでね、水に入ってやっていこうと思います。大きい鮎はこういうちょっと水深があって流れのあるところにいそうだけど、どうでしょうか。なんか鮎釣りっていうと結構腰ぐらいまで使って激流の中でやってるイメージはあるんですが、だとすればこういうとこにいるんじゃないかな。朝やってた場所に戻ってきてみました。夕間詰めっていうのがこの鮎釣りにあるのかどうかわかんないですけど、ちょっとやってみようと思います。ここは朝よく釣れたポイントです。夕方はどうなんだろうな。この釣りは難しい。正直5匹から10匹ぐらいは釣れるかなって思ってたけど、甘かった。いやー、アユイング難しいですね。大苦戦でした。そして30センチオーバーの尺鮎を目指す目標にするなんてすごい大それたことを言ってたみたいですね。なんかこの川では、20センチぐらい釣れたら結構いいですよなんていう風に聞きました。そして夕間詰めやってみたんですけど全然ダメでしたね。なんか鮎って夕間詰めはダメなのかもしれないですね。そういえばね、昼間とか朝は結構他にも鮎釣りされてる方いたんですけど、夕方になってきて日が傾いてくるとみんなね帰っちゃったんですよね。だから鮎釣りっていうのは日中とか朝のその明るい時間の釣りなのかもしれないですね。じゃあスーパーに買い物に行って今日も車上食堂と行きましょうか。
はい。では、釣ってきました鮎を使って車上食堂やっていこうと思います。鮎は別名香魚と呼ばれていて、漢字で香る魚って書くんですけど、スイカみたいな香りがすることでね知られています。ちょっと匂いを嗅いでみます。ああ、本当になんかスイカみたいな爽やかな香りがしますね。一般的な魚臭さっていうのは全くしないです。調べてみたら体の表面に細かい鱗があるのと、あとぬめりがあるそうなので、それを取る意味でこうやって包丁でこそいであげます。ああ、本当に鱗は細かくて柔らかいですね。そしたらこの腸に残った糞を出した方がいいらしくて、ここを指でつまんでこうやって、出た、こうやってしごいてやると糞が出るそうなので、これはやっといた方がいいそうです。これ鮎の糞なんですけど、苔を食べてるからですかね、ちょっと硬くて滑らかで、そして匂いは全然臭くないです。普通魚の糞ってね結構臭いんですけど、苔を食べてるせいなのか糞までねいい香りとは言いませんが臭くないです。そしたら冷たい水で洗います。内臓はね取らないでおきます。鮎はねなんか内臓がすごい美味しいらしいですからね。そしたら串に刺して、よし、こんな感じかな。全体に軽く塩をします。でヒレのところはちょっと多めに塩をしてあげると焦げにくくなります。では焼いていきましょう。ちょっとめんどくさいんですけど、このまま手持ちでじっくり炙ります。これ肝から汁が垂れるとすごい燃えるんだけど、これ肝に油があるんですかね。一匹は塩焼きで食べようと思ってるんでじっくり焼くんですけど、残りはさらに別の料理にするので表面を軽く焼く程度にしておきます。さあ、とりあえず塩焼きできたんでいただきます。なんかあんまりうまく焼けませんでした。串を打つ時にちょっと押しすぎて内臓というかこう肝がはみ出ちゃったんですよね。でその状態で焼いたらなんか流れ出てしまって、なんか肝がほとんどこうなくなってしまいました。でも美味しそうです。いただきます。これはうまい。すごい爽やかな香りで、身にすごい旨味があります。これなんか内臓から出てきてるのかちょっとわかんないですけど、すごい油を感じますね。これはうまい。内臓があったお腹のところは苦いんですけど、ほろ苦いんですけど、すごいいい香りがして美味しい。これは日本酒飲まないといけないでしょう。今日のお供は福島県会津若松の会津中将っていう日本酒です。こちら福島県の視聴者さんから差し入れいただいたものです。ありがたくいただきます。それでは乾杯。うまい。酸味と甘みのバランスがいいお酒ですね。そしてまろやかで美味しい。なんだろう、このお酒水がいいんでしょうかね。すごい水が柔らかい気がする。
いやー、これ素晴らしいですね。日本酒と鮎の塩焼きはめちゃくちゃ合います。日本の淡水魚の中で何が一番美味しいですかって聞かれたら、鮎って答える人も多いんじゃないでしょうか。あと何だったかな、なんか海外の魚学者か何かが、その世界中の淡水魚を食べ比べて、世界で2番目に美味しいのがこの鮎だっていう記事をね、なんかで見たことあるんですけど、なんかネットで調べても出てこなかったんですよね。まあでもね、それにうなずけるぐらい確かに鮎は美味しいです。鮎は骨が柔らかいんで気にせず食べれますね。うん、うまい。さあもう一品作りましょう。こちらは先ほど軽く焼いた鮎です。でこちらは水に浸しておいた米です。でこの鮎をですね、串から外して乗せていきます。こんな感じですね。米1合に対して鮎たっぷりです。でこちらに作って冷ましておいた昆布だしを適量入れる。でここに酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1。そしたら炊いていきましょう。これはミニ炊飯器なので、ポータブル電源にコンセントを入れて、で20分ぐらい待つだけで簡単に炊けます。じゃあご飯炊いてる間にさっきの大葉を刻んでおきましょう。さあ開けてみましょうか。おー、うまそう。いい香り。じゃあ鮎を一旦取り出して身をほぐして、でほぐした身を入れて、で混ぜ込む。いやこれはうまそうだ。これはうまいだろ絶対。仕上げに刻み大葉を散らせば完成。鮎の炊き込みご飯。ではいただきます。これはうまそうですね。これはうまい。いい香りがするのと、あと肝のそのほろ苦さみたいなのもあって、それが相まってなかなかにこれはうまいですね。鼻の奥に抜けてく香りがめちゃくちゃいいなこれ。こりゃ確かにうまいわ。ごちそうさまでした。